三毛猫リリーの大冒険。第一章、光の罠。夕暮れ時の南亀端市。雲が茜色に染まり、廃墟となった洋館の屋根裏で、黒柴のエルが前足を伸ばして伸びをしていました。窓から差し込む遮光が彼の漆黒の毛並みを金色に縁取り、どこか威厳のあるシルエットを描き出します。くしゃん、また埃だらけエルがくしゃみをしながら尻尾を振ると、針から粉雪のような埃が舞い落ちました。その瞬間、床下から「エルさん、大丈夫?」という鈴のような声がしました。瓦礫の隙間から現れた三毛猫のリリーは、月光をまとったかのような毛並みを揺らしながら近づいてきました。見てください、今日の収穫ですわ、とリリーがしなやかな首を傾けると、首輪から紐でぶら下げた謎のオブジェがきらりと光りました。六角柱の水晶には太古の文字のような模様が浮かんでいました。また変なもの拾って、突然廃屋全体が紫色の閃光に包まれました。エルの足元から幾何学模様が光の花火のように炸裂し、二人の影が天井まで伸び上がります。リリーの瞳が猫目になり、空間転移魔法陣、触れないで、と叫んだ時にはもう遅く、エルの鼻先がふと水晶に触れていました。グオーン、地鳴りのような共鳴音が響き渡ると、二人の体が宙に浮き上がります。エルの耳がペタンと後ろに倒れ、リリー、尻尾つかめと吠える声は、まるで水中で聞こえるように鈍く響きました。視界が白く染まる中、リリーの肉球から放たれた小さな光弾が周囲を照らします。そこには無数の時計歯車が空中を漂い、ガラス細工のような蝶々たちが時間の文字盤をついばむ幻影が広がっていました。これは時の回廊、エルさん、絶対に目をつむないで。次の瞬間、二人は苔むした大理石の祭壇の上に叩きつけられました。ひんやりとした石の感触に思わずクーンと鳴くエル。頭上では三日月型の衛星が2つ、互いに追いかけっこをするようにゆっくりと回転しています。大気中のマナ濃度 87% ありえない。リリーが肉球を地面にかざすと、青い火花がパチパチと散りました。私たち、完全に別次元に飛ばされたみたい。しかもこれ、彼女の視線の先には、転移のきっかけとなった水晶が祭壇のくぼみにぴたりとはまっていました。遠くから轟音が近づいてきます。リリーの背中の毛が逆立ち、エルさん、伏せて、と叫んだ刹那、赤い炎の本流が頭上を駆け抜けました。炎の影の中に、巨大な翼竜のシルエットが3つも4つも重なって見えます。ここはファンタジーの世界？エルのつぶやきにリリーが小さくうなずきました。彼女の首輪からぶら下がった水晶が不気味な紫紅色に脈打っています。どうやら私たちとんでもないものに巻き込まれたみたい。第2章妖精の罠。漆黒の森の奥で出会った光妖精フワイパーは、羽一枚一枚に星図を宿しているかのような輝きを放っていました。リリーが警戒して耳を伏せる中、妖精は銀鈴のような笑い声を響かせます。ようこそ時の迷い子たち。私は星よ耳のファイパー。1000年ぶりに現れた勇気のかけらの持ち主を待っていました。エルが首をかしげると、
ファイパーの手のひらから無数の光粒が舞い上がり、空中に幻影を描き出しました。そこに映ったのは、機械仕掛けのドラゴンが街を破壊し、人々が砂のように崩れ落ちる未来の光景でした。時の水晶が狂えば、過去の戦火が未来を飲み込む。魔王マイサバイの影はすでに時間軸を蝕んでいるのです。でも僕らに何がエルの問いかけを遮るように、地面が突然波打ちました。影がうごめき出し、無数の触手が2人を襲います。リリーが空中で華麗に身を翻し、スナメをバーストと叫ぶと、尻尾の先から放たれた光の弾丸が触手をなぎ払いました。若いのにやるわね。冷たい女性の声が森に響きます。杖で空間を切り裂いて現れたのは、カラスの羽をまとったローマ女エレナでした。生き残りたければ黙ってついてくること。洞窟の奥で発見した古代壁画は、見る角度によって模様が変化する生きた芸術品のよう。リリーがつま先で石壁を撫でると、設計文字が蛍光色に浮かび上がりました。時の旅人は記憶の渦に飲まれる。過去を変えるものは未来の光を失う。これは警告ね。エルが壁画に近づいた瞬間、石の中から半透明の腕が現れ、彼の首輪をつかみました。離せ、エルが噛みつくと、腕はガラスのように砕け散りました。破片の中から幼い少女の泣き声が聞こえてきます。今のもしかしてリリーの瞳が細くなりました。この壁が過去の記憶を封じたものみたい。触ると危険よ。エレナが不気味に笑います。お前たちの運命はすでに刻まれている。面白いことになりそうだ。第三章時空の迷宮。時の水晶が発する共鳴音は脳を揺さぶりました。エルとリリーが手を触れた瞬間、周囲の景色がインクのように流れ落ち、再び視界が戻ると、戦火に包まれた古代の集落が広がっていました。甲冑をまとった戦士たちの亡霊が、マイサバイ軍が迫ると叫んでいました。赤子の鳴き声が煙の中から聞こえ、エルが駆け寄ると民家が炎上し崩れ落ちました。突然現れた若き日のマイサバイが漆黒のマントを翻しながら、愚かなる者たちよ、破滅こそが真の救済だと嘲笑いました。リリーが時空の歪みに気づき、これは過去の改変された歴史の残滓。私たちの干渉を予期していたのよ、と叫びました。未来の世界では、魔導衛星が天空を覆い、機械仕掛けのドラゴンが街を監視していました。リリーがハッキングした情報端末に映し出されたのは、エルをモデルにした戦闘アンドロイドの設計図でした。これは私を兵器に転用する計画。エルの声が震えました。時空の守護者を名乗る機械生命体が警告します。歴史改変者はすべての時間軸から抹消されます。第4章光と影の輪舞。最終決戦の地で明かされた衝撃の真実。ローマ女エレナこそが時の乱れの源であり、若き日に自らが封印したマイサバイの半身を宿していました。1000年かけて育てた勇者たちよ、とエレナの両目が金と闇に輝きました。お前たちの戦いこそが時空をつなぐ最後のくさびとなるのです。エルが光の剣を構えた瞬間、地面から無数の記憶の糸が吹き出しました。
リリーが叫びます。エル、あの剣は過去の戦士たちの魂でできている。使えばあなたの自我が。しかし、すでに遅く、エルの体が透明化し始めました。絶体絶命の危機に、ファイパーが自らの妖精核を犠牲にして時間を3秒だけ巻き戻しました。リリー信じてる。最後の笑顔を残し、エルは光の粒子と化してマイサバイに突撃しました。時空が爆発的に収縮する中、リリーが編み出した逆転の術式が発動しました。時空連環再起法、L の存在確率を全次元に分散させるのよ。終生紡がれる絆。元の世界の廃墟で、リリーが小さな水晶のかけらを胸に抱きしめていました。月明かりに透かすと、かけらの中に L のシルエットが揺らめいています。約束よ。絶対に戻ってきて。その時、懐かしい草の匂いが風に乗ってきました。リリーの耳がピクンと動き、振り返った先に、半透明ながらも確かな存在感で L が立っていました。やっぱりリリーがいないと退屈だなと、いつものように耳をピコピコ動かす仕草。触れようとすると手がすり抜けるけれど、確かにぬくもりが感じられます。L さん、その体は？時空の狭間でバラバラになったらしい。でも、L が尻尾をくるりと巻き、リリーが仕掛けた術式で、絆をつなぎ止める糸を見つけたんだ。夕日の中、2匹の影が不思議な模様を描いて交差します。宙に浮かび上がったホログラムの地図には、新たな冒険の地がキラキラと点滅していました。次は現代の謎を追う旅にしよう。リリーの目が好奇心に輝きます。L さんの正体もきっとそこでわかるはず。おいおい、僕が人造生命体とか言い出すなよ。冗談を言い合いながら歩き出す2匹。その背中にはかすかに光る無数の糸が星空へと伸びていました。どこかでファイパーの笑い声が響き、新しい時空の扉が開く予感が胸を躍らせるのでした。